DIY で脱衣室の天井に450角の点検口をつけてみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。何回か DIY している浴室ですが、今回は結露対策の一環で脱衣室側に点検口を設けます。浴室はユニットバスなので、もともと点検口がついています。しかし設置位置が奥側なので、入り口側の作業性はあまり良くないと思われます。天井内ですから懐は広くないのが当たり前なので、作業効率を上げるため脱衣室側に点検口を設けます。天井点検口の取り付けは素人にとって難しそうですが、仕組みを理解すればそう難しいものではありません。説明欄の URL にあるショート動画では、その活用方法をコンパクトに視聴できると思います。点検口に関するノウハウは一般の方々には不要なものですが、天井内の DIY には必要な知識です。普段は必要なくともこの動画の内容はふとした時に役に立つかもしれません。興味がある方はどうぞ引き続き最後までご視聴ください。取り付けスペースの確認。取り付けを考えている場所には500角くらいのスペースがあるので、天井の中に障害物があるかを確認します。方法はこの手前のダウンライトを外して確認します。開口が150ファイと狭いですが、なんとかなるでしょう。腕とスケール、カメラを入れて天井の目次位置を確認します。残念なことに汚水管75ファイが見えます。それにしてもこの指示はただ紐で縛ってあるだけです。これも一緒に直してしまいます。これまでの情報で図面を描くとこのようになります。点検口を重ねてみます。点検口位置を最初コーナーで考えましたが、前後の位置は汚水管を避けて可能な限り手前に移動するしかないようです。左右の位置はボードが割れないギリギリまで壁側に近づけます。結果的に目次は切断してこんな形にするしかないようです。配管の正確な位置がわからないので、点検口はダウンライトギリギリに設置します。情報にブレスがありますが影響はないでしょう。これで汚水管を完全に回避はできないものの、ハッチの部分が有効スペースになります。この形で設置作業にかかります。天井点検口の構成と仕組み。これは点検口に添付されていた説明書です。点検口の素材は強化プラスチックもありますが、アルミを選んでいます。本体は外枠と内枠で構成されています。開口寸法は外枠が450角で内枠が415角です。開口寸法は天井に枠を取り付けるために開ける穴の大きさを言います。内枠の415角は内枠に取り付ける天井材寸法のことです。切った天井より内枠の大きさが小さいです。つまりうまくやれば450角で切り取った天井材をその場で415角に加工して内枠に使えるわけです。切り取った天井材をそのまま使えば色や材質は変わらないので、私はこの方法を好んで使います。もちろん天井に目地があっても同じです。切り取った部材の4辺を目地が合うようにシンメトリーに切り取れば良いのです。こちらが脱衣室前の廊下天井です。脱衣室や廊下の壁は以前私が DIY したものです。興味のある方は説明欄の URL から過去動画をどうぞご視聴ください。点検口の開封。ホームセンターで購入した天井点検口です。
箱はなく、本体が袋に入っただけの梱包です。内枠に入れるボードを固定する金具の説明です。この小さい L 金具4個を使ってボードを固定します。構成天井材用の金具が4個付属されていますが、今回は木地なので使いません。こちらには外枠の木地補強断面を示しています。説明書には付属品のリストや開口寸法、天井の補強方法と点検口の取り付け手順が記載されています。点検口を壁際に設置した場合、内枠を90度開いても外枠の縁と 32.5 ミリなので問題はありません。それでも作業がしづらいときは内枠を外してしまえば良いので便利な構造になっています。説明書には内枠の外し方も載っています。天井の墨出しと切り込み。一人作業なので墨出し用のジグを作りました。453角の板に浴室側の壁とダウンライトとの離角板を継ぎ足してあります。このように壁とダウンライトの枠に押し付けて、まず2辺の墨を出します。その後継ぎ足した板を外して残りの2辺の墨を出します。片板は両面テープで貼り付けてあります。墨を出しました。左のラインは壁から65ミリです。ダウンライト枠からの離れは20ミリとしました。縁にはボードの飲み込みがあるので、縁同士の離れは 12.5 ミリになります。墨に沿ってボードを切り込みました。453角で切り込みますが、外枠の耳が各辺8ミリなので開口は最大466ミリまで OK です。完全に切るとボードが落ちてしまうので、撮影のため5センチほど大辺を残してあります。木地の補強。これは補強に使う角材で35角 1900L です。ホームセンターで1本400円ほどです。これを使って切った野縁の補強をします。説明書の記載通り、取り付け前に外枠から内枠を外します。ロックを外して内枠を少し開いたら、外枠を押さえて内枠を中側に押し込みます。内枠にはロッドがあって、それが外枠の受けにはまり込む形です。補強方法は説明書に記載があるように、切った野縁の両端を支える野縁受けを取り付けます。そして木地のない側にも地を抱かせて補強しています。野縁と受けは市販の L と T 金具で指示しています。このように四方を角材で囲んで、そこに外枠を固定します。枠の固定材は2方向で良いですが、私はボードの割れ防止でこの方法を採用しています。汚水管の指示と枠の取り付け。枠の取り付け状況と汚水管の指示です。2階の根だから指示を出して吊り金具で固定しています。一点吊りですが、今までよりはマシです。空いている空間もだいたい図面通りで収まりました。これから配線をもう少し迂回固定させて空間を有効に使えるようにします。次は切り取った天井材を内枠に移植します。切った天井材の移植。切り取った天井材と内枠です。ほとんど図面通りで切断しているので、切った野縁がまだボードについています。内枠の耳は各辺5ミリしかないので、こちらはシビアに414角で切断加工します。前述の金具を使ってボードを固定します。
ついていた野縁を避けてボードをカットしました。天井に貼ってあるクロスは目地なしですが、模様があるので裏に方向を示す矢印を入れました。クリアは 1mm なのでぴったりのはずです。固定金具を取り付けます。受けは長穴になっているので厚さが違うボードにも対応します。終わりました。これで取り付け準備完了です。ボードを切断した時の粉がついていますが、ビニールクロスなので水拭きで簡単に落ちます。完成。点検口の取り付けが完了しました。壁からの離角は切り込みが 65mm 離れで縁が 7.5mm なので 57.5mm です。ダウンライトとの離角は切り込みが 20mm 離れなので 12.5mm です。これ以上近づけるとボードが割れるので私の力では無理です。内枠の開閉はもっと壁に近づいても大丈夫ですが、こちらもボードが割れるのでこれが限界だと思います。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。